タンクは時計業界トップクラスの名作でありながら、時計ファン以外からも愛されている、多くの方面からこの支持されているのがタンク。もう一つの名作であるサントスも同じなんですけども、いわゆる100年ウォッチと言われることもあるんです。時計通信編集長の菅尾です。今回はカルティエのタンクはなぜ人気かについてお話をしたいと思います。今回の内容としては、まずこの人気の理由を3つに分けてお話したいと思います。そしてその後に、タンク以外にサントスという名作があるんですけども、このタンクとサントスのこの違いみたいなものも簡単に触れたいと思います。そしてその後に、最終的には私が個人的に好きなタンクを紹介したいと思います。ぜひ最後までご視聴ください。まず人気の理由の1つ目ですけども、タンクは時計業界トップクラスの名作でありながら、時計ファン以外からも愛されているという非常に珍しい存在だからというのがあります。タンクというのは実は歴史が非常に長くてですね、もう100年以上前に登場した時計になっていますので、いわゆる100年ウォッチと言われることもあるんですけども、登場したのが1917年ですので、本当に今から見ても100年以上前になっています。これはもちろんもう一つの名作であるサントスも同じなんですけども、この100年以上の時計というのは、実は時計業界ではあまりなくてですね、大体1950年代とか60年代に登場した時計も多いので、この100年を超えているという時計は、時計業界きってのロングセラーモデルになっているので、本当に名作だと言えると思います。この名作がゆえに、時計ファンからも愛されているんですけど、それとは別の側面として、カルティエはジュエリーメーカーとしての側面がありますので、このジュエリーメーカーとしての評価の高さがあり、やはりこのタンクは、このジュエリーファンからも愛されているというのがあります。さらになんですけども、もう一つファッション層からも支持を得ているというのがありまして、このタンクというのは、今まで100年以上の歴史の中で、かなりセンスがある方が愛用していたっていうのがありまして、例えばアンディ・ウォーホルさんとか、イヴ・サンローランさんとか、多くの方がセンスがあるんだと思っている芸術家とか、ファッション関係の方が愛用していったっていうことがあり、やはりこのファッション雑誌、ファッションメディアに取り上げられることが多くて、そういったファッション層からの支持が高いというのがありますので、時計層からも、ジュエリー層からも、ファッション層からも、多くの方面からこの支持されているのがタンクですので、時計業界では珍しく、時計ファン以外からも愛されていると、本当にまさにこの名作プラス、幅広い支持を得ているというのがこの強みになっています。タンクが人気の2つ目の理由としては、今ヴィンテージ人気が高いからというのがあります。これはどういうことかと言いますと、今ファッション業界でも時計業界でもヴィンテージが非常に人気が高くなっています。そういったこのヴィンテージ人気の中で、このタンクというのは、もう一つの名作のサントスとともに100年以上前に作られた時計なので、こういったヴィンテージの時代からある時計というのが非常に評価が高い中で、このタンクも今人気が非常に過熱しているというのがあります。ですので、先ほど申したように、名作だからそもそもタンクは前提人気なんですけども、今のヴィンテージ人気によってより一層人気が高まっているという状況があります。そしてタンクが人気の理由の3つ目としては、単純にデザインが素晴らしいというのがあります。これまずデザインのお話ですので、まずデザインを考えた方の話からしたいんですけども、このデザインを考えた方は、ルイ・カルティエという方です。このルイ・カルティエという方がどういった方かというと、カルティエのこの3代目にあたる方でして、このフランスのパリの拠点の中心的な人物でした。フランスのパリを見ているこのルイ・カルティエは、当時腕時計のデザインを生み出す面でも非常に傑出した人物であって、実際初のカルティエの腕時計であるサントスを考案したのもこのルイ・カルティエですし、それと一緒にこのタンク、この名作タンクを生み出したのもこのルイ・カルティエというふうに言われています。はい。そして実際のデザインを見ていきたいんですけども、これが定番のタンクですね。タンクのデザインなんですけども、正面から見ていただくとより分かりやすいのが、長方形のデザインをしていますと。これは当時アールデコというデザインが流行っていまして、直線とか曲線を対応したデザインというのが人気がありましたというところで、当時のトレンドでもあるこの長方形の時計ではあるんですけど、ただ、これが普通の長方形の時計ではないというのがポイントでして、よく見ていただくと、普通ってアールデコの長方形の時計って、長方形があって、四つ足のラグと言われる部分は別部品として溶接されるというのが一般的な長方形の時計になってくるんですけど、ケース側面から直接このラグが伸びているかのような見た目をしていまして、ラグがケース側面のこの線と一体化のようになっています。これが非常にポイントになっていまして、実は有名な話なんですけど、タンクという名称の通り、この時計については戦車をモチーフにしていますと。ですので、モチーフがあるというのが一般的なアールデコ時計とは違いまして、長方形でありながら、実はここの両サイドの部分は戦車のキャタピラ部分をイメージしているということになっています。この角度をつけて側面を見ると、
このキャタピラを模した部分に、実はこのビスがあるのがお分かりになるかと思いますけども、実際こういったビスがキャタピラを横から見たかのように見えるというふうになっていますので、こういったアールデコスタイル、普通のものではなくて、モチーフがあるアールデコスタイルというのが違いになります。さらに、その話で言うと、ケースは個性的ながら、文字盤については非常に伝統的になっています。文字盤はローマ数字を使った腕時計の伝統的スタイルを守っていまして、カルティエは王族とか貴族をずっとお客さんとして相手にしてきましたので、こういった伝統的な良さというのはしっかり残していて、文字盤は伝統的。でもケースというのは前衛的、個性的という非常に素晴らしいバランスにありながら、その伝統とその前衛的なスタイルが全体としては融合していて破綻がないというバランスの良さを持っているので、この時計デザインとしては個性、伝統、しかもそれを融合しているという凄さがありますので、これはもう100年を超えた名作になるのは納得かなというデザインになっています。はい、ということで、ここまではタンクが人気の理由を3つにまとめて紹介をしてきましたけども、ここからはこのタンクとサントスの違いをお話したいと思います。ちなみにこのサントスのお話は別の動画でお話をしておりますので、またご興味のある方はそちらの以前のサントスの動画もご覧いただければ嬉しいです。はい、では実際現物を見ながら少し違いをお話したいんですけども、はい、こちらがタンクでこちらがサントスというところで、まず両方ともですね、やはり四角い時計というのは一緒になってくるんですけども、もちろんそれぞれのシリーズにバリエーションがあって、そのバリエーションによっても違うんですけども、全体で見たときにタンクの方がよりこのドレッシーな時計になっているかなというのがありまして、サントスというのは、こちらの方がよりスポーティーな、今風な時計かなというのがメインのモデルで見ていくとあるかと思います。あとはこの人気のイメージで言うと、以前からずっと人気が安定して人気が高いタンクと、今まさに勢いが強いサントスというのがありますので、そのあたりが今のイメージでいう違いになってくるかなと思います。シリーズの違いとして、どういった人におすすめかっていうお話をすると、よりフォーマル向け、フォーマル寄りの方はタンクの方がおすすめですし、よりカジュアル寄りの方はサントスの方がいいかなと思いますので、全体的なイメージで見ると、フォーマル寄りなタンク、カジュアル寄りのサントスということでご理解いただければいいのかなと思います。では今度最後に私が個人的に好きなタンクを紹介したいと思います。私が今回紹介する個人的な好きなモデルですけども、こちらですね。こちらはタンクの中でもタンクフランセースというモデルで、それも今の現行モデルではなくて一つ前のモデルになります。なぜ私がおすすめ好きかっていうと、今までタンクというのは革ベルトというのがメインだったんですけど、タンクフランセーズについてはメタルバンド、金属ブレスというのが基本的なスタイルになってきますので、そこが違いになってきますと。このブレスレットを含めた全体でこの戦車っぽい感じを出すのがタンクフランセーズなので、今まではこの長方形のケースのこの側面のラインを使ってこのキャタピラっぽさを出していたのが、タンクフランセーズになると一気に全体で戦車ですよという雰囲気になるので、非常にすごいなと思っています。あとは一般的なこのタンクルイカルティエとは違って、エッジを作ったこのタンク、角張ったタンクというのは、タンクノーマルの時のようなこの角感もあるので、より非常に引き締まってスタイリッシュになっているかなというふうに思っています。これが登場したのが1990年代後半なんですけれども、基本的にこのタンクがこの今までのタンクのイメージを一新したこの名作だと思ってますので、特にこの L サイズ、男性用サイズについては自動巻きの機械が入っていますので、やはり男性にはこのメカニカルというところで嬉しい要素になってきますし、この入っている機械もこのキャリバー120という機械でして、これベースがこのエタの2000という機械になってくるんですけど、このエタの2000ベースというのは、実は一般的には自動巻きで両巻き、ローターがどちらに回転しても巻き上がるというのが一般的なんですけど、これ肩巻き式の片方向回転しか巻き上げないローターのタイプですので、これ少し珍しくて、実際腕につけていて動かすとローターがぐるぐる回っている感がより強いタイプになってきますし、あとはよりこのアクティブに動かないデスクワークでも巻き上げやすいというのが肩巻きですので、このスタイルから言ってこのアクティブな時計じゃないので、実際デスクワークでも非常に使ってて巻き上げ効率は良さそうで、イメージにぴったりな肩巻きの自動巻きなので、非常に機械的にもいいかなと思っています。で、ちなみに現行の今最新のタンクフランセーズの L サイズというのは同じ自動巻きではあるんですけど、ムーブメントが違いまして、そちらは両方向の巻き上げになっていますので、この片方向巻き上げはこの一つ前のタンクフランセーズのみの仕様になるので、この肩巻き上げのタンクフランセーズは私は機械的にも見た目的にも非常に面白いなと思っていますので、非常にいい時計かなと思っています。はい、ということで、今回は、タンクの人気の理由というのを今回は3つに分けてお話してきました。で、この人気なんですけども、実際に、タンクというのは今多くの人から
人気を集めていますっていうのが状況としてあるんですけども、実はですね、そことは別に、世界のコレクターの方も今タンクを非常に支持していまして、特に皆さんが思っているこのいろんなタンクとは別に、例えばこのヴィンテージ時代のタンクですとか、あと機械式のタンクですとか、あと例えばタンクにこのロンドンと書いたタイプだったり、そういった細かなディテールまでを見て、このタンクが欲しいという方がいらっしゃって、コレクターの方からも支持されているという状況を見ると、改めてやっぱりタンクってすごい時計だなと思いました。当社コメ兵では、タンクもたくさんの種類がある中で、今の現行のタンクもあれば、かつて存在したタンクというのも、いろんなものが、いろんなモデルが入荷してくることがありますので、ぜひともタンク欲しいなっていう方は、ぜひ当社一度見ていただければと思います。この動画が気に入っていただけましたら、いいねボタン、チャンネル登録、コメントをお待ちしております。また、こちらの内容はブログでも紹介しておりますので、そちらもぜひよろしくお願いします。